両キットだらけの MSD シリーズからジムが登場。キットがいいからエアブラシを使わなくてもかっこよく仕上がる。成型色を生かし、いらないランナーを使って足を延長。ドレスアップパーツを使い徹底的に回収いたします。ルーのプラモトリセツ。こんにちは、ルーです。久々に早朝並んで新製品を買ってきました。こちらジムショルダーミサイルパックです。早速作ってみましょう。加時はじめ氏がデザインしたデカールが入っています。でも水転写式ではないんですね。使うか迷います。 HG でもしっかりモールドが入っているのが特徴のシリーズです。この辺の引けは後で消していきましょう。ガンダムについていたショルダーキャノンが余っていました。2つともつけてガンキャノンみたいにします。ピンの付け替えで右肩左肩どちらにもつけられるんですね。最後の完成動画で紹介します。それでは組み立てていきます。完成。それでは成型色縛りでどこまで作り込めるかチャレンジいたします。ジムといえばマスクがいいので顎を削ります。ズズンズズンシャー。あれ、なかなか削れない。ここで穴が開いたら成型色仕上げがいきなり終了。どうでしょう。セーフ。開いてません。カメラの中はディティールが入っていいんですね。そういえば最近80年代の改造本を見てると、なんとアルミホイルをゴーグルの中に詰めるのが流行っていたそうです。これはやってみなければ。せっかくディティールが入っているのにバンダイさんごめんなさい。アルミホイルをくしゃくしゃにして入れてみます。どうでしょう。ゴミ詰めただけだ。合わせ目が出るので筋彫り堂さんの段落ちモールドで処理いたします。なぞるだけで絶対失敗しない。合わせてみるとモールドに仕上がってる。顎を削ったから顎引きができるようになりました。かっこいい。合わせ目はボディにも出るので段落ちモールドで処理しました。他は出ない。いいキットですね。胸に筋彫りを入れていきます。ちょうどパネルが開く蝶つがい的なモールドがあるのでこれを中心に彫ります。 0.3mm の BMC タガネを使います。慎重に最初の一筋がすごく大切。ガイドを剥がしましょう。この瞬間が一番気持ちいい。さらにタガネと同じ厚みの 0.3mm プラ板を差し込んでいきます。細く切り出したプラ板を三角に切って筋彫りの溝にぶっ刺す。突貫流し込み接着剤で固定しニッパーで形を整えます。もちろんプラ板の白をそのまま活かします。バージョン KA みたいでかっこいい。腕の筋彫りを入れていきます。まずは 6mm ガイドテープを真ん中に貼るとちょうどいい。 0.2mm に持ち替えて両側を彫る。こちらも剥がす時が一番楽しい。その後横に1本入れて長方形のパネルを仕上げる。 5mm のタガネに変え蝶つがいがあるように彫っていきます。この部分が上に開くというデザイン。モビルスーツが蝶つがいでできているかは知らんけど。次はダイソーの両面粘着ピンを使う。テープと違って好きなデザインにカットして使います。両面テープなのでひっくり返して逆側に貼ることも簡単。一番目立つ横線はカッターで3回ほどカンナ掛けをして C 面を作るとアクセントになる。走行が重なっている感じ。タミヤの曲線ガイドテープで外周に平行な筋彫りを入れます。長く細く切り輪郭線と合わせて貼るだけ。これがなかなか合わない。柔らかい曲線テープだから角もしっかり折れ曲がる。ぐるりと一周ガイドに沿って彫るだけです。剥がしてみましょう。いい感じ。次はガンダムマーカーレッドで袖を塗ります。隙間を少し開けて貼るとユニコーンガンダムみたいになる。ブラックライトで当てるとガンダムマーカーレッドはなぜか光る。一般兵でも腕だけ覚醒できる謎設定。
このキット、あっちこっちに 3mm 穴が開いていて気になります。ランナーを使って穴を埋めてみましょう。切ってただ刺すだけでもいいマイナスモールドにしたり、こちらの腰は2段で穴を開けたりしてストレスアップをしました。取り出せるかはわからない。厚い装甲を演出したい場合は側面に筋彫りを入れます。さらにビットブレードを使い取っ手部分を彫る。彫刻刀のように彫った時は跡が汚いため、必ずタガネで形を整えます。二重装甲になっているように見えますかね。次は簡単に足を延長しプロポーションを良くしていきます。ランナータグを切り、さらに突起のないここを使う。色が同じ貴重なプラバーになります。牛肉でいうと希少部位サーロインでしょうか。足首で切断します。2つに重ねたサーロインを間に挟み、足首を付け直す。接着。股関節も延長します。サーロインに穴を開け、中に仕込んでいきます。あれ、なぜかそれっぽいスリットがあり、公式公認の改造ですかね。差し込みます。1枚分延長できる。これで上で1枚、足首で2枚分延長しました。そういえばこの足のデザイン、どこかで見たことあると思ったら GP01 と一緒なんですね。ガンダムマーカーグレーを使って部分塗装します。はみ出しても気にしません。へこんでいるところを探して塗っていきます。出っ張っている部分でも大丈夫。こんなところもいいですね。つま先もグレーが似合います。間違えて触ってしまい指紋がつきましたが問題なし。乾いたらヤスリの親父800番で軽くはみ出した部分だけ削っちゃえばいいんです。どうですか？綺麗に仕上がります。これが成型色仕上げの一番面白いところ。出っ張っているところも削ります。調子乗りすぎて削りすぎた。カッターのカンナ掛けの方がいい。バーニアが5個もついているんですね。弱々しいジムにしたいので3箇所切り落とします。バーニアは柔らかいランナーで5個、硬いランナーで2個あります。迷わず硬い2個を使います。ピンホイールで縁を薄くします。尖っている方を使うと重工の内側を薄くすることもできます。バーニアの中に電子ピンを埋め込むとかっこいい。100均でアイシャドウを買ってきました。キラキラ光るので塗ると金属焼きが表現できる。こんな感じの粉なので、すり込んでいきます。左がビフォー、右がアフター。タミヤ墨入れブラックで墨入れします。深めに筋彫りを彫ってあるので気持ちよく流れる。次は白いパーツです。グレーとブラックを調色した墨入れ。こんな感じの色です。真っ黒だとおもちゃっぽくなってしまうんですよね。ここでスーパースムースクリア艶消しを吹きます。ウェザリングを施します。3層になっているスポンジの一番目が細かいところをクリップに挟む。タミヤエナメル塗料のダークアイアンをつけてペーパーでかすれるぐらいに色を落とします。角を狙ってスタンプすると、ほら、装甲がぶつかって塗装はげが表現できる。しかもエナメル溶剤を使えば失敗したところを拭き取れます。リカバリーできるので安心。左がビフォー、右がアフターです。次はフラットアルミでグレー部分のチッピングを入れます。使い捨ての面相筆の先を尖らせ塗っていきます。王道はドライブラシを使うのですが、自分は一本線を描き足します。アニメ塗りのハイライトを入れるのと同じ感じですかね。上がビフォー、下がアフターです。ホイールシールを額のセンサーに貼ったら、上から UV レジンを爪楊枝でつけます。場所が決まったらブラックライトを当てて硬化。霞が出てレンズみたいに仕上がります。メタルシールラピーミニをセンサー部分に貼りアクセントをつけます。いろいろな色があっていつも迷う。袖やふくらはぎのセンサー、あとはバッ
ックパックの奥まったところなどに貼ってみました。それでは全部のパーツが揃いましたので組み立ててみましょう。足は3枚の板を挟み延長しました。どんなプロポーションになっているか楽しみです。武器はシルバーで塗装ハゲを表現。デカールの文字が逆なのが気になる。各所に筋彫りやプラチップを刺しました。ランドセルはメタルパーツやラピーミニでデコレーションしています。最後に頭ですが、角度を変えるとキラキラ光るアルミホイルが気に入ってきました。それでは完成です。どうぞ。ちょっと待った。どうも違和感があると思ったら肩が赤くない。どうしても赤いジムを見たいため、成型色縛りはここでおしまい。肩だけ塗装します。こんな時に赤いランナーから塗料を作れたらいいと思いませんか？実験してみましょう。まずは溶剤として艶消しをカラビンに入れて、赤いランナーを細かく切ってつけときます。1日経ちました。うわ、気持ち悪い。カエルの卵みたいです。色はついていますが、まだまだ透明。今度はベビーパウダーを加えていきましょう。タルクはパテやサーフェイサーに使われている成分です。これに着色できないでしょうか？それにしてもどのくらい入れていいか見当もつきません。とりあえず1杯混ぜてみましょう。足りないのでちょっとずつ足していきます。5杯ぐらい入れたら粘りが出てきました。これエアブラシが詰まりそうですね。試しにランナーに塗ってみます。どうですか？ダメだ。色はついてるけど隠蔽力が全然ありません。色も薄いオレンジ色です。実験失敗。今度リベンジいたします。おとなしく朝食して塗装しました。今度こそ完成です。どうぞ。ご視聴いただき本当にありがとうございました。もし動画がお役に立ちましたら、グッドボタンをクリックして応援していただけると嬉しいです。次回の作品ではさらに制作に気合を入れお届けいたします。それではまた次回お会いしましょう。おしまい。